未だかつて誰かの秘書を務めたことはありませんので、新鮮な体験ですが、ご安心ください。不得手な仕事であろうと、決して手は抜きませんので。ロドスにピアノを習いたいという子供がいれば、私のところへ連れてきてくれて構いません。とはいえ、私の教え方は厳しいですよ。一度学び始めたら、軽々しく途中でやめることは許しませんので。クルビアでは、ジャズという音楽スタイルが流行っているとか。幸運にも何枚かアルバムを聴いたことがありまして。即興性も高く、自由な演奏に非常に興味を惹かれましたが、残念ながら、私にはそうした旋律を演奏するセンスが欠けているようです。私の手が気になりますか？ええ。確かに他の方と比べるとかなり大きいでしょうが、変だと思わないでいただきたい。この両手があるからこそ、私は頭に浮かんだ旋律を思うままに鍵盤へと流し込めるのです。リターニアでは感染者は比較的自由が許されていますが、やはり制限された自由です。アフターグロークから離れると、居住できる場所も、食事をできる場所も、歩ける道すら少なくなっていきます。存在はしますが、非常に珍しいです。あの時、死へ限りなく近づいたことで、私の中に全く新しい旋律が生まれました。かつて学んだ拍節や曲調は、あれにとってまるで枷のようでした。一体どれほど強烈な感情があれを生み出したのでしょうか。もしかすると、死に直面する瞬間、私は自分の思うほど勇敢ではないのかもしれません。ご心配はありがたいですが、私は病気で具合が悪いわけではありません。創作でスランプに陥っていて、数日寝ていないだけです。髪は、作曲中は無意識に頭をかきむしってしまうので、多少乱れて見えるのはそのせいでしょう。ドクター、共にジムに行きませんか？おや？私がトレーニングに行くのがそんなに意外ですか？実は、ハイビスカスさんからの助言なのです。芸術家は、肉体が貧弱なことが多いですが、私の演奏会は軽く2時間に及びます。頑強な体がないとやっていけませんので。過分なお言葉をどうも。しかし、歴史の長江には、数えきれぬほどの音色が埋まっています。彼らの主に才能がなかったわけではありません。ただ、世を去るのがあまりに早く、人々が足を止めて、その無情の音色を聞くのを待つ暇がなかったのです。私は単に運に恵まれて、今も生き残っているだけですよ。眠ってしまわれたのですか？これは興味深い。私の作った子守歌があなたにまで聞くとは。ドクター、ごきげんよう。私はツェルニー。好みの魅力と情緒はすべて私の音楽の中に注ぎ込んでいます。私本人はただのしがない演奏者に過ぎませんから、語るほどのことはありませんよ。あなたがおっしゃるのであれば真面目に見ますが、このような学習方法は好みませんね。他者の経験の有用性については常に疑問を持っています。ドクター、あなたのご支援に感謝します。ちょうど懐が厳しいところでした。リターニアの芸術史にはあなたの多大なる貢献が刻まれることでしょう。認めていただきありがとうございます。これまで本気でアーツと向き合うことはありませんでしたが、今後は音楽と同じくらい自在に扱えるように精進します。苦痛も快楽も私の手によって不朽の楽譜へと姿を変える。
ピアノを弾くのはもちろん、タクトを振るのも得意なんですよ。調律は済ませました。いつでも演奏できます。皆様、どうぞ席におかけください。私がオープニングを飾りましょうか。私がエンディングを飾りましょうか。私の演奏で震えられることを光栄に思うといいですよ。非凡な楽曲は旋律している魂だからこそ奏でられるのだ。口を閉じろ！成長！これ以上騒ぐな！失せろ！ふう。ああ。心身ともにこの上ない疲労を感じていますが、今音楽を止めるのも惜しいのです。ここで終止符を書き入れることができたら最上でしょう。私の楽章が間延びしたくだらない音になってほしくありません。時には技巧を過度に追い求めることで大事なものを失う場合もあります。気持ちのままに音を奏でることでさらに一段階上へと進めるのです。そんなに落ち込まないでください。どの曲も一息に書き上げられるものではありません。何度も遂行し、試行を重ねることでやっと完成するのです。ロドスの甲板は広いですね。演奏会を開こうというお考えはありますか？おっと、ポケットから音符がこぼれてしまうので気をつけて。楽器を覚えたいのですか？私が手引きをいたしましょう。大抵の楽器は扱えます。アークナイツ。新しい曲を作りました。聴いてみたいですか？